こんにちは、ずんだもんです。今回は今よく開発が進んでいるオープンコアブートローダーを使って全設定をしてみます。前回まで作ったりダウンロードしたファイルやフォルダを使ってずんだもんでもできるように頑張ってみました。ただ説明が少し難しいところもあるので動画などを参考にしてもらうといいと思います。やっぱり面倒なことは嫌なので、これはすべてフィクションです。今回は今流行っているオープンコアというブートローダーで動作させてみちゃいます。ずんだもんは簡単なクローバーの方で必要な KEXT ファイルなどや USB マップ KEXT を作ったのでそれを利用します。必要なファイルはクローバーの時にこのように示してあります。その1、その2を見て用意しておいてください。今回の流れは1、マルドンさんのサンプルをもとに起動確認する。2、今まで作ってきたファイルなどを準備して EFI フォルダに配置する。最後にオープンコアの設定ファイルを調整して終わりです。一番面倒な USB の設定が終わってますので少し設定が面倒なオープンコアでも手間はあまりかからないと思います。まずマルドンさんのサンプル EFI をダウンロードします。表示されているページからその下に書いてある ZIP ファイルをダウンロードします。次に EFI 領域にコピーします。ずんだもんは動くかどうかをまず試すために USB メモリの EFI パーティションにコピーしました。単純にドラッグ&ドロップでコピーでいいです。再起動の起動時にこの USB メモリを選択して動くことが確認できました。次にファイルなどを準備します。オープンコアのメニューボタンになるリソーシーズフォルダをダウンロードします。ソルタにありそうシーズと検索していけばたどり着けます。ZIP ファイルでダウンロードした後でリソーシーズフォルダをデスクトップに置いておきましょう。今ダウンロードしたリソーシーズフォルダとその1、その2で使ったファイルなどを用意しましょう。今テストしているオープンコアの EFI パーティションをクローバーコンフィギュレーターで開きましょう。欲しいフォルダ内を用意したファイルなどをこのように配置します。ML ファイルは ACTI フォルダに入れてドライバーズフォルダを整理して KEXT ファイルは KEXT フォルダに入れてリソーシズフォルダはそのまま OC フォルダにドロップして置換します。以上でファイルなどの配置ができました。次にオープンコア用の設定アプリオープンコアコンフィギュレーターをダウンロードします。ポップアップが出るのでうまく処理しましょう。
おくことを確認しておきましょう。実際にオープンコアの設定ファイルである config.plist をオープンコアコンフィギュレーターで設定していきます。まずオープンコアの入った USB メモリの EFI パーティションを開きましょう。config.plist をオープンコアコンフィギュレーターで開きます。マイナスボタンを押して消してからスキャンボタンを使って設定していきます。もしフォルダの場所を求められたときは惜しいフォルダを教えると良いようです。ブートオーギュメントは以上の通りです。デリートの項目にこの項目を念のため加えます。クローバーと一緒に使うためです。プラットフォームインフォメーションつまり機種はとりあえずこのままにしておきます。ここでもマイナスボタンで消してスキャンボタンで設定します。最後にセーブしておしまいです。きちんと起動できるか試してみましょう。USB に設定しましたので起動時に選択して起動してみましょう。きちんとオープンコアのメニューが出て起動できました。 USB 3.0 のハードディスクもきちんと認識されているか確認できました。以上でオープンコアはきちんと動いてくれました。見てくれてありがとうございました。